found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は僕がデッキを考えてきました。お、久々に結構人気の、はい、バンブルフラワー夫人ってご存知ですか？はい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 。鍋がねある。結構人気なんですよ。はい、人気ですよね。人気ですよね。あれ買ったんですよ、僕。デッキですか？デッキを買ったんですよ。あの中にもう一体なんかいるなと。相方が。はいはいはい。サブ統率者って呼ばれる、ね。そうです。そいつあんま話題になってないですよね。そいつをこれワンチャンいけんじゃねと思ったところから、はい、今日デッキを考えてきました。今日の統率者発表させていただきます。フォックスグローブ氏になります。はい。どうですかこいつ？なんかそのバンブルフラワー夫人と合わせて、よくイラストとかではちょっとね見かけてはいたんですけど、あんまり能力知らなくて正直。確かに、はい、能力をまず説明しましょうか。はい。番頭5マナの3号ハンコンです。はい。なんか変なスタッツですよね。そうですね。はい。で能力がこいつが攻撃するたび防御側プレイヤーの手札にあるカードの枚数があなたの手札の枚数よりも引いた値に等しいカードを引きます。はい。例えば相手が5枚持っててこっちは3枚だったら2枚引くってことですよね。そういうことになりますね。コンバットするたび、はい、でこれによりあなたがカードを引かなかったら、はい、自分が一番大きいってことですよね。手札が枚数が大きいというか、防御プレイヤーとの差分見るんで、一番かどうか分かんないんじゃないですか。確かにで引かなかったらあなたの手札にあるクリーチャーカードを1枚戦場に出してもよい。はい。これどんな風になるかどういうことみたいな能力がよく分からないと。はいはいはい。これまず何が巻き起こるかっていうことなんですが、はい。3号なんですよ。はい。どこ殴りに行ってもいいじゃないですか。3号だから、はい、殴れるとこはあるでしょう。はい。はい、で一応何が起こるかっていうのをまず説明するんですが、はい。殴るまでカードを引きたいのかクリーチャーを出したいのか分かんないんですよ。なるほど。アタックして入っちゃえば、はい、もうそこで誘発確定しますからねこれ。そうです。だから攻撃した瞬間にこっちが何したいかが判明するっていうことなんですよ。なるほど。だからアタックの前に状況を、はい、相手に選択を選ぶして、そうでもどっちか分かんないじゃないですか。はい、どっちか分かんないとしょうがないかってなるかなと思って。そうですね。そこら辺も政治的なところが働きそうで、楽しそうですね。手札を引きに行くか、はい、それともクリーチャーを出すか、どっちかわからないんですが、大体想像で考えてくださいよ。はい、大体手札の多いとこ殴りに行きたいときは、はい、手札いっぱい引くじゃないですか。はい、で手札いっぱいあるときは手札低いところに行ってそのクリーチャーを出すという動きをするのが容易に想像できると思うんですね。そうですね。はい、でまずブロックされにくくしたいなということで、なるほど。例えば白だったらルーンマザーとか、プロテクションで守ったりとか、あと例えばいいと思ったのがこの陰影シリーズで、雲の陰影ハイエナの陰影っていうカードなんですけど、1マーのエンチャントで11上がって属霊鎧なるほどなんですよ。だけでちょっとブロックされづらいことになりそうじゃないですか。はい。ですよね。あとなんかちょっといいカード見つけてきたんですけど、岩壁安息所のホダコっていうわけわかんないカード。ホダコ。はい。これなんと出したら1体装備品つけられて、飛行を得るだけです。最近のホダコですね。あれですよね。昔からホダコ自体はあって、ただ飛行を持たせるだけの装備品みたいな。そうです。だから、単純にこいつ飛行を持たせたらいいんじゃねって思って。なるほど。そうですね。回避能力の一種。そうですね。はい。みたいなことをしたりとかして、とりあえずとにかく通るように、なるべくした方がいいんじゃないかと。
はい。まあ、あとまあ破壊不能とかつけられたりとかしたら、それはそれでいいと思うんですけど、はい、とにかく守って殴れるようにしてカードを引くか、それとファッティを出すかということですよね。はい、そうなりますね。そうなりますよね。はい、で、まあ出てくるファッティ、まあこの色を好きなの選んでいただければいいと思うんですが、はい、まあ例えばまあ緑だったらまあドパンドレル、はいはいはい、まあ説明を省きますよこれは。はい、いいですか？もうなんか準レギュラーみたいな。あとエルシノーンとか。もうはいはいはい。どうとしたら知ってる人だったら、はい、7マナの方のエリシノですね。でかい方の。でかい方の。昔ながらのね。はい、もう出たら結構相手がうってなる方のね。エリシノ。あと青だったらネザールとか。ああ、もうこれも強いですよね。はい。でかい呪文筆頭の、はい、この3枚、大体まあ、でかいファッティなんか探せばいくらでもいますから。まあまあまあ、そうですね。はい、で、まあ、例えばどんなファッティいるかっていうのを一応調べてきたんですが、はいはいはい。まあ、例えば、まあ、これも有名なんですが、セラの使者っていう、はい、有名なんですけど、視聴者の方に教えてもらったっていうこれ有名なんだっていう、これすごいんですよ。7マナ77飛行なんですけど、はい、場に出るに際しカードタイプ1つ選ぶんですね。はい、あなたがコントロールしているクリーチャーが全部プロテクションを選ばれたそれなんですよ。はい、でも何選ぶかって言いますと、まあ、クリーチャーを選択するんですけど、でアンブロードで全部バーって殴りにいけるっていう、はいはいはいプロテクションクリーチャーになると、まあ実質プロテクションクリーチャーつければアンブロスからね。そうです。はい。っていうフィニッシュカードだったり、はい。まあ例えばですよ、これ白だったらこれ入れられるじゃないですか。はい。なんか皇帝のビヒモスみたいなのは、はい。後出しだから弱いかなと思って。ああ、そういうことですね。確かに。そうなんですよ。はい。だからまあなるべく普通のでかいファッティがいいんじゃないかってことで、例えばコーマ。ああ、コーマ、どっちのコーマだろう。両方紹介したいです両方いるんかい。両方入れてもいいかなと思ってて。まあ強いっすよね。まず昔の方は、打ち消されなくて、66で、はい、33の海蛇がいっぱい出てくるっていう。はいはい。まあ、各ターン出るやつですね。そう、各ターン出るんで、これすごい増えてくじゃないですか。はい、で増えます。これだからいいかなと思いまして、はい、これ出してもいいじゃないですか。はい。トライトも7万ぐらいだったらね、いいですからね。まあ、ギリ届きそうですもんね。で、新しい方は、これも打ち消されなくて、こいつは5法4の、82トランプルですね。はい、そう強いんですよね。こいつが戦闘ダメージを与えると33の海蛇が4体出てくると。うん。これもまあまあかなりやると思います。やりますよね。はい。あと僕が探してきたいいファッティがいます。はい。こいつガルタとマープレンっていう。ああ機械兵団の。ありました。2人揃ってみたいな感じのやつらですね。ガルタとマープレンが一緒のコンビ組んでるっていう。緑白なんですけど、はい、7マナの緑白で1212トランプルです。わーでかいなで攻撃するたび、2つのモードから1つ選ぶという感じなんですが、はい、まずトランプルを持つ緑の XX の恐竜クリーチャートークンをタップ状態で攻撃している状態で生成する。 X はこれでない攻撃クリーチャーのパーの中の最大値。なるほど。だから1212が殴りに行けば1212が殴りに行くっていう、ああはいはい。これでないっていうのはこれでないか。だからこれだけはダメだ。ってことはだったら他の8とか7とかが、コーマとかが殴ればまあ8だったら88が一緒に出てくるみたいな感じですよね。みたいですよね。多分そういうことですよね。でもう一個はハンコンを持つ白の11の吸血鬼トークンは、これ X はこれで攻撃クリーチャーの数。X 体出す。X 体出す。ああはいはいはい。これやばくないですか。だから横に広げるか縦に出すかっていう感じなんですね。ああいいじゃないですか。こいつ出てきたらね、はい、爆発しますよね。まあまあまあはい。みたいなのを並べてって、これファッティは別に好みで、はい、入れていただければいいと思うんですよ。はい。でまあフィニッシュはもちろん当然、はい、まあオーバーラン系。あはいはいはい。でフィニッシュできますよね。まあそうですね。これドローは別にフォックスくんが、はい、ドローさせてくれますから。はいはいはい。でまあ圧倒する暴走とか、最近流行りの非常識な図体とか、はいはいはい、していただいて、フィニッシュしていただければ、はい、勝てますよね。そうですね。でここで一つここまでだと、よくある構成なんですよ。まあ何のひねりもないじゃないですか。まあそういう意味だと、まあ、今まで紹介したデッキでも、まあ近いようなコンセプトのデッキはありましたね。はい。でここで僕なりに一つひねったポイントがありまして、はい、とにかくピッチを入れる。
おー出たそういう感じのっていうのはどうかなと思ったんですね。なるほど。この考え方はどうですか？アタック誘発のドローソにピッチスペルっていう構成はそうです。結構いいんですよ。はい。これ結構いいですよ。これ例えば結構いろんなピッチあるじゃないですか。例えば水没とか、はいはいはい、サブマリ断絶とか、まあ一応なるべくマナコストかかんないで打てるようなピッチとかをいっぱい入れてるってことですね。まあギター長とかも入れちゃったりとかして、ああなるほどなるほど。とにかくマナコストが安く済む手札の呪文、例えば有毒の蘇生とかもああいいじゃないですか。いいですよね。これもいいですね。でとにかく手札を安いコストで使えるようにするんですね。そうすると何が起きるかと言いますと、殴りに行きますよね。で手札の数はそこで減らすこともできるんですよ。で増やすこともはできるじゃないですか。まあそうですね。でこれ何がいいかっていうと、例えば5枚の相手に1枚で殴りに行きました。まあ4ドローですよね。4ドローですよね。5枚の状態で次はクリーチャー出したいっていうなった時に、クリーチャー次殴りに行って出したじゃないですか。そしたら今度はピッチをバッと使えば、次はドローできるんです。これそういうことですね。これピッチじゃないといけないっていう理由がありまして、5枚で5枚になった場合は、その手札消費しないと、クリーチャーを出す以外の選択肢がないんですよ。まあそうですね。そうですよね。だからとにかく手札を引きたいからピッチを入れることによって手札を回転させることができて、クリーチャーにもたどり着きやすく、手札も消費 しやすく、かなり相性がいいんじゃないかっていう考え方のもと、今これをいいかなと思ったんですけど、このプランが要はアタックするぞって言ってる時はまだ手札いっぱいありそうに見えて、そうです。その瞬間にピッチスペルブワーって入ったりとかもできちゃうと。そうです。それもできて、そっからドローもできるじゃないですか。そうですよね。使った分をドローできる。そうですそうです。そこでそのピッチを使うことによって有効に、ピッチの結構対処札って結構いっぱいあるじゃないですか。まあ今言ったようなやつと、あと例えば激励っていうカードがあるんですけど、これいいっすよね。これいいですよ。好きっす。これ44上がって3点ライフ相手に与えるってカードなんですけど、これ0まで打てるんですよ。そうですね。で44上がったことによって、一応守れる可能性高くないですか？まあ結構あります。高いですよね。よくあるですね。ありますよね。守るカードとしても実は使えるっていう、攻撃によく使うんですけど、普通は殴り落としたとかでそうですね。結構ジェネラメ狙う時は別にライフゲインだっても関係ないからって言って狙ったりするんですよね。これ守って0マナで守って、で守りつつその1枚消費することができるカードなんですよ。なるほど。でまああとはこのうやうや式マントラっていうカードなんですけど、これは白のピッチ呪文なんですけど、白1枚ピッチコストで当てるとプロテクション1色選べるっていう。いいカードですね。これもだから一応アンブロにできたりとか、守れたりとかするじゃないですか。そうですね。そうなんですよ。だからこういうなんかピッチ系をいっぱい入れることによって手札がどんどん消費されて、手札をドローできる手段でもあるんですよ。そうですね。で横並びしてもいいですし、ファッティを1、2体出すだけでも正直結構強くないですか？ファッティ2体出てて手札ぐるぐる回ってる状態でもいいんですよ。まあそうですよね。そうです。でファッティを展開してってもいいんですよ。どっちでもいけるっていう、どっちの筋もいけるこの統率者として面白いんじゃないかなと今日は組んできたんですが、いやこのコンセプトは実は、自分レガシーとかで見たことあって、本当ですか？まあレガシーとかだと好奇心あるじゃないですか。一マナクリーチャーにアンブロの一マナクリーチャーで好奇心つけて、手札いっぱいピッチスペルで守り続けるっていう。なるほどなるほど。まあそんな感じのあるんで、やっぱあとこれ手札を消費したらその差分っていうところがピッチスペルとすごい相性いいですよね。いいですよね。そこに目をつけました。で1枚だけ面白カードを紹介させていただきたいんですが、このカードご存知ですか？最高の時。最高の時知ってる？これは知ってます。これはやばいです。まあうちの動画では何回か出てきたことあるんですが、5マナのバントのエンチャントでして、3尾を持ってます。で3尾あなたが
コントロール3以下のクリーチャーが単独で攻撃するたび、こいつが単独で行きましたと。そしたら追加戦闘を行うと。まさかのバントの追加戦闘のカードが1枚だけこの世に存在するという、まあ確かにバントカードだとめちゃめちゃ珍しいとは思います。確かに1枚だけ存在するとね、これ、今の感じで言うと、これカードが少ない状態で、引きました、追加コンバットします、出しますってできますよね。できますよね。これかなりいいですよね。嫌だなっていう感じ思います。さっきのピッチの話も絡めると、アタックして引いたピッチ吐いてもう一回引いてみたいなこともできるってことですね。これかなり面白そうじゃないですか。あとこのカード名がいいですよね。最高の時ですよ。最高の時っていうこいつはラフィークの相棒としてよく使われてるんですけど、ラフィークっていう伝統的なバントの逃走者の相棒として有名なカードなんですけど、まあそんな感じで今回逃走者やってきました。いかがだったですか、僕のデッキ。いや面白いですね。思ったより完成度高かったでしょ。まあ結構まだ回してないんですが、しかもデッキも作ってないんですがまあしょうがないですね。空想で話してるんですが、まあでももうコンセプト自体はしっかりしてるんで、あとは合致するね、それこそねお気に入りのファッティとか入れていいですし、ピッチスペルもね良きなやついればね、そうでも限られると思うんで、そうですよね。全部詰め込んでいただければデッキできますんで、高評価80いきましたら公開させていただきますんで、そのまずにはデッキを作っておきますんで、あとチャンネル登録もお願いします。あとコメントをね、でっかいファッティとピッチそうですね、いいピッチコメントしていただければありがたいのでお願いします。あと2月23日にイベントありますんで、よろしくお願いします。あと未来に向けてハイプできましたら、今年から始まりましたんで、わかんない、始まったかどうかハイプ始まると思いますんで、ハイプお願いします。できる方はお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。